私の家より快適じゃ。まさかの家庭用エアコン、しかも家庭用冷蔵庫、キンキンだぜ。 IH あっちっちだね。レンチンもバッチリ、収納バッチリ、ドラえもんかよ。モーターズの内原です。東京23区内で一人暮らしをしている私もその一人です。ワンルームマンションに住んでます。そんなワンルームマンションよりも快適なキャンピングカーがあると聞いて、ほんまかいなということで確かめに参りました。どんな装備があるのかちょっと気になると思いませんか？行ってみましょう。それではご登場いただきました。自己紹介をお願いします。はじめまして、RV ビッグフットキャンピングカーステーション東松山店広報倉橋です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。倉橋さん、めちゃくちゃ声がお綺麗のように聞こえるんですが、なんかアナウンサーでもやってらっしゃったんですか？前職そんな感じでしたね。ああ、そうなんですね。もう早速視聴者の方も倉橋さん何者やと気になるというコメントがつきそうな感じなので、ただのおばはんなので気にしないでください。とんでもないです。RV ビッグフットさんでは倉橋さんはどんなお仕事をされてらっしゃるんでしょうか？広報を中心にさせていただいておりますが、あとは弊社のSNS ですね。インスタグラム、ツイッター、フェイスブック、グーグルとかなりIT 関係の方でお客様と直にやり取りさせていただいております。ということになると、スマートフォンの向こう側には倉橋さんがいらっしゃるということで、ユーザーさんの皆さんもぜひいいねを押していただければと思います。お願いいたします。ところでですね、今回私が住む東京都内のワンルームマンションよりも快適なキャンピングカーがあると聞いてですね、お邪魔させてもらったんですけども、そのちょっと車両を紹介していただきたいんですが、それはもう見えてます後ろの1台でよろしいでしょうか？じゃーん、こちらでございます。 ACS リトルのオクタービア M でございます。何か名前の由来があるんでしょうか？はい、リトルのは小さいですね。この可愛い M は無垢調の家具で今展開しておりますので、その M になってます。もともとあれですか、お店としては大型のキャンピングカーを取り扱いになられてたような？弊社ですね、もともとフルオーダーラインからスタートしまして、バスコン御三家などとネットでは言われておりまして、バスがやはり得意な会社として皆様には認識をされているようですが、こちらはバンコンで ACS ソーラーパネル太陽光発電システムを載せた一番最初のハイエースベース、そういう形になっております。もともとはバスをベースにやられてたお店さんがハイエースになってと。今はバスのありがたくもその御三家という名前は残しながらも、今バンコンのこちらの 5.3 ベース、あとちょっと隣にスウィングという売れ筋の 4.7 ベースがあるんですけれども、そちらとどんどん今ユーザー層が富士山のように広がっていっている感じです。あ、そうなんですね。では早速ですね、気になる車内の方をご紹介いただいてもよろしいでしょうか？もちろんでございます。どうぞ。早速内装が真っ白、もう白の統一で、いやー、清潔感が半端ないですね。ありがとうございます。実は今おっしゃっていただいたこの白が業界では発売しました11年前は大変珍しくってセンセーショナルだったということなんですが、この広さ、明るさ、清潔さと3つ揃っているということで、何よりも今コロナの時代ですからお手入れがしやすい、ちょっと汚れたらさささっと拭きやすいということで注目度がアップしております。そして気になるのが、僕のワンルームマンションよりも快適な装備ということなんですが、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか？はい、こちら冷凍冷蔵庫ですね。家庭用のこちらがやはり皆様最初目を引くようで、業界でもおそらくうちだけですね、このサイズの消費電力を相当食うものなんですけれども、137リットルという。137、はい、なるほど。ワンルームマンション、ちなみに冷蔵庫どれくらいついてらっしゃいますか？これより小さいですね。私の家の方が。共働きのご夫妻の方が買いだめをして1週間というイメージだと伺っております。しっかりとこっち冷凍と冷蔵と分かれていますので、もうしっかり食べ物は入ります。家庭用電源って相当電気食いますよね。その通りでございます。こちらの ACS シリーズ、先ほど太陽光発電システムと申し上げましたが、上にですねソーラーパネルが2枚載っておりまして、これがオーバー300ワットということになります。オーバー300ワットって結構な量なんですけれども、やはりこちらの冷蔵庫を回し、LED の間接照明を回し、電子レンジ、IH クッカー、そしてこちらから見ていただくと分かるのですが、フリップダウンモニター、さらには
こちらの展示車にはついていない家庭用のエアコンをつけることができる。いや、家庭用のエアコンですか？はい、室外機を伴うような形ですか？その通りです。間違いなく私の家より快適装備がもうついてます。ありがとうございます。しかもオール電化っていうやつですよね。オール電化、安全安心、火の気がないというのが今やはり高齢化進んできたり、皆さんお仕事行ってる間気になられてますので、そこは特筆すべきところかと思われます。ちょっと冷蔵庫のところで掘り下げたいんですが、いわゆるキャンピングカーで冷蔵庫ついてますっていうのも僕らも何度か見たことあるんですけども、一般的な家庭用の冷蔵庫とキャンピングカー用の特注の冷蔵庫というのはどういう違いがあるんでしょうか？先ほど言った消費電力が違うことももちろんですけれども、主にキャンピングカー用は12ボルトの冷蔵庫が多かったわけですよ、今までは。でそうするとやはりいいものもあるんですけど、選べる幅が狭いということがあります。なので経年劣化をしてしまった時なんかはもう選びたくてもその中からしか選べないという、無意識の縛りがキャンピングカー業界あるわけなんですけれども、弊社 RB ビッグフットはソーラーパネルをつけたことによって白物家電、大量電化家電屋さんで買ったものがつけられるという、選択肢が増えた、そこが弊社は一番大きなところかなと考えております。ということであれば、その気になれば家電を入れ替えて都度必要なものをアップデートしていくことが可能になると。その通りです。ただし電装の工事はやはり電装の技術を買っていただいているので、弊社の方に持ってきていただいてこれを入れたいと言っていただくというのが安全でございます。そういうことですね。よろしくお願いいたします。家のように簡単に取り付けができるわけではないと。そうですね。お家でもやはり電気関係はきちっと資格を持った方がいるように、弊社もプロの国内の正社員の製造販売をしておりますので、そこが品質の第一となってますので、ぜひ皆様に知っていただきたいところです。では倉橋さん、ちょっと一点嫌な質問、意地悪な質問させていただくと、何でも来い。太陽で発電をするということなんですが、毎日晴れるわけでもない、曇りになってしまったとか、雨が降った、そんな時に電力が下がっていった時、そんな時はどういう対処をされるんでしょうか？まずその発電量、ソーラーパネル、こちら家屋につける屋外用のものがまず最初についてるんですね。ということは、屋根の上につけるものは晴れた日も雨の日も全て想定済みのものがついている。まずここが強いです。で2つ目ですが、冷蔵庫の上にちっちゃい箱のようなものが見えるのが、あそこで電圧だったりソーラーパネルのコンディションや発電量だったりサブバッテリーの充電量だったり、そういうことがご自分で管理していただけるので、あれ今日ちょっと曇ってるなであるとか、走行充電で電力が賄えないなと思った時は、後ろの方にそちらの外部充電の方から取っていただくなど、そのような対処、つまり3系統から充電ができるという、かなり強い状態ですね。外部充電、走行充電、さらにソーラーパネルからも充電ができるという形になっています。そうなんですね。曇りであろうともフォローするものはすでにあるという形です。抜かりなしですね。抜かりなしでございます。いや、そこも含めて私の部屋より快適です。ではまた意地悪な質問をさせていただきたいと思います。太陽発電でサブバッテリー充電をされてというふうに伺ったんですけども、それで冷蔵庫をつけっぱなしで何時間持つのかというところなんですが、実際のところどうですか？今の質問、実は意地悪と言われながら結構多いんですよ。ご存知のように家庭用の冷蔵庫、最初の消費電力が非常にかかるんですけれども、実際に計算しますとほぼ丸2日冷蔵庫単体ですと回るという計算になります。丸2日間ですか？はい、回ります。ただし実際は皆さんその車中泊のスタイルって様々なんですね。例えばかなり電力の食うフリップダウンをずっとつけっぱなしの方だったり、あとは電子レンジをひたすら回す方がいらっしゃったり、そういう中で常に冷蔵庫ついてますので、ざっくり単体であれば2日間というお答えをしております。じゃあ仮にですよ、釣りに行って生きのいいですね、魚を釣ってそのまんま冷蔵庫にインして放置しても2日間は OK と。大丈夫ですね。ただいくつか注意点というのはあります。キャンピングカーってイメージで言うとペットやスマートフォンにすごく似てるんですね。なので当然電力は限りがあります。あとは充電するタイミングもあります。なので外からどれだけ充電したのか、サブバッテリーを満充電した状態から使い始めているのか、タイミングをきちっとお客様の方でも管理なさっていることが気持ちよく使える車中泊のコツということになりますね。電気マネジメント、電池マネジメントが各車両で必要と。おっしゃる通りでございます。日
納車の時に必ず営業担当が説明書をつけさせていただいております。あと弊社は非常にオプションの家電が多いので、お客様によって使える電力量も大きく違ってきてしまうので、そこは必ず営業担当がお話をして、でこれくらい使えますよということもお伝えしていますし、お客様もやはり確認、キャンピングカーという遊びをする中のルール1として使える電力量を最初に分かっていただく、充電する時間を取っていただくということはご理解いただけたら幸いだと思います。電気関係、電装関係に関してはもう申し分ないなというところは見受けたんですけども、本当にわしの家より快適なのかというところで言うと、やはり居住空間といいますか、寝る暮らすっていうところだと思うんですけど、その辺はいかがでしょうか。ただ寝るのか、ぐっすり眠るのか、寝ていない時間はどうするのか、実はここがキャンピングカーの一番大きな進化を問われるところになっております。なるほど、今後ろから見ていただいて、第一に住空間を保つには収納が要。これは広いですね。常設ベッドの下がすべて収納となっております。折りたたみ自転車やミニベロ、最近多いのは小型犬の多頭飼いのお客様なんかが多くって、こちらをドッグスペースに全部なさっている、そういう形の方もいらっしゃれば、コロコロがついた衣装ケースを入れておいてシュッと引き出すと全部キャンプ道具がきれいに入っていって、そのまま移してオートキャンプ場に行かれるなど、そのような使い方が多いですね。でその収納スペースにより確保された、居住空間はどうなってらっしゃるんでしょうか。先ほどもお話ししましたが LED 照明があって、何か気づかれるとしたら、例えば分かりますかね、R が取ってあるんですけど、柔らかな曲線が見て取れるかと思うのですが、収納棚っていう、そうですね、リアの収納などもそうですし、このベッドのヘッドの部分もそうなのですが、全て弊社はR を取る、曲線を取るというのが一つのスタイルになっております。やはり目に刺さらない、実際に閉鎖空間になった時に眠る時間でもなく食べる時間でもなく過ごす時にゆったりとリラックスできるのはやっぱり鋭角とか刺さる角、直線などがないという方がリラックスできるということで、このような形になっております。そう考えると私が住む部屋は物も溢れてますし、家具家電など角々しいものがあります閉鎖感だらけですねそこがやっぱり職人たちの手仕事であったり、弊社の追う手間ではあるのですけれども、やはりキャンピングカーは止まっている時に進化を発揮するというのが弊社の社長の考え方となっております。常設ベッドとは思えぬほど広々した空間がありますが、こちらも何かこだわりがあるんでしょうか。 ACS リトルノオクタービア M はですね、ご夫妻が1ヶ月以上ゆったりと日本を一周して走っていただけるというコンセプトのもとでできております。特に引退後のご夫妻を当初は念頭に置いたんですけれども、遊んだ後ゴロンとすぐに横になっていただけるこちらの常設ベッド 1800×1400、 この状態でもほぼダブルベッドに近い状態で、さらにこちらのクローゼットの中にですね、エクステンションマット、拡張マットが入っておりまして、この三日月テーブルをパンとはねていただきますと、ここまでベッドが来ますので、180ある方でもゆったりあちらを頭にしていただいて寝ていただくことが可能です。実はこちらのレザーですね、張り替えも可能なんですよ。そうなんですね。どうしても経年劣化はしてしまいますけれども、数年に一度弊社にお声をかけていただいて、好きなお色で張り替えられる方も多くて、定期的にお手入れも楽しまれていらっしゃいます。買っておしまいではなく、その後の楽しみもメンテナンスしながらあるというのが特徴ですかね。弊社のお車、皆さん20年以上のお付き合いになる方が多くって、お客様にお話しするのはペットを飼うようなものだとよく申し上げるんですけれども、付き合いながら一緒に楽しみながら、この子の場合は電力の状態を見ながら手を入れて楽しんで乗っていくというのが弊社のユーザー様のスタイルになっております。その他内装家具で何やらこだわりの、特に女性にはこれはっていうポイントがあると聞いたんですが、どんなところでしょうか。実は女性って結構車中泊、夜寝るまでに、例えば地元のお風呂なんかに入った後にフルメイクの方って正直あまりいらっしゃらないんですよ。ちょっとラフな格好にメイクを落として着替えた後、スポーツブラだとか、あと腹巻き、レッグウォーマー、アームウォーマー、そのようなものをつけてらっしゃる方、あとは貴金属やスマホ、そういうちっちゃなものですね、実は男性よりすごく多いんですけれども、弊社は開けていただいて、じゃじゃーん、こ
こちらスーッと1本板が入っておりまして、入れたものがまず落ちない。ああ、なるほど。はい、アームウォーマーでもネックウォーマーでもこうくるくるくるっと巻いてパフッと刺しておける。これって実は非常に女性には耳寄り情報でして、一つじゃないんですよ。女性のそのちっちゃいアイテムってさっき言った腹巻きから何から始まってポンポンポンと刺しておける。さらに奥行きが手のこれくらいなんですね。あえてこの奥行きにしてるんですけれども、小さなものが奥底に入ってなくなってしまわないための配慮ということになっております。はい、だいぶ繊細なこだわりを持って作られていらっしゃるんですね。そうですね。ユーザー様はご存知なのですが、弊社は社長と社長の奥様が専務なのですけれども、すべてご自分たちでプロトタイプ全部社長がプロデュースしてるんですけれども、実際に遊んで使われてご夫妻が OK を出したものだけ販売となってますので、非常に女性目線が強いということになります。これ見てらっしゃる方もですよ、おそらく奥様の OK をもらって初めて車両購入という方もいらっしゃると思うので、そうですね。女性の人気が非常に強いお車となっております。皆様これを武器に奥様へのプレゼンをしてください。あとはあれですよね、男性が気にならないんですけども、女性が結構気になったりするのがカーテンとかってちゃんと目隠しができるのかと。例えば今カーテンありますけれども、弊社のカーテンはすべて標準に入っておりまして、今ちょっとまた別のもうちょっと明るいモカの透け感のあるものになっていたりするんですけれども、もちろんオプションでご注文していただくことも可能です。さらにこういうレザー帯、それからカーテンレール隠し、このあたり結局オプションであったりつけない業者様も多いんですが、こちらのバンコンタイプでもバスのタイプでもキャブのタイプでも必ず付けさせていただいております。シューボックスなんか分かりやすいですね。あると便利だけれども、オプションの会社様も結構あるということですね。よくあれですよね。最初の価格がちょっと安く見えちゃって、ついついそっちに流れちゃう。弊社は元からついてるものも多いけれども、選べるものも非常に多いというイメージだと伝わりやすいかなと思います。いやちょっとモーターズチャンネルのですよ、バラエティのノリに出てもらって大丈夫なのかなと今になって不安になっているような状況でございます。もっと砕けた方がいいですか。いえもうぜひこのままのハイソな雰囲気でお届けいただければと思います。空調関係は家庭用のエアコンがついてる。本当についてる。はい、お客様のご質問が非常に多いんですけれども、オプションで家庭用のエアコンをつけることができます。ただしその家庭用のエアコンつけますと、これだけ大きなものを回しますので、インバーターも通常の 1.5kW から 3kW ですね。それからサブバッテリーも標準の2つにさらに2つ、計4つとなる形でのご提案となりますね。あれ、これ室外機ってあるんですか？ございます。ちょっとこちらに回っていただくことはできますか？こちら見えますかね。このメッシュのとこですか？はい、こちらになっております。収まるんですね。収めてしまいました。これはすごいな。びっくりです。あとはですね、ここまで大掛かりでなくてもいいよという方も正直いらっしゃるんですよ。そういう方のためにも実は一つご選択肢があるんですけれども、最近ちょっと新しい試みで始めました小型の簡易クーラーというものもご用意してございます。そちらの方はクローゼットの中にストンと入る形になりまして、室外機もいらないので非常にコンパクトであり、お値段の方もぐっと下がりますので、個人のスタイルに合わせて選んでいただくことができます。消費電力的なところでいうと違いはあるんでしょうか？やっぱりこちらの方が圧倒的に消費電力がかかってしまいますので、やはりそのサブバッテリーをどれだけ足そうか減らそうかというその辺のご計画から選ばれる方が多いですね。なるほど。なんかそこだけを聞くとですね、コンパクトタイプの方がいい点しかないのかなと見受けるんですが確かに辛い位置でこうパンと収まってしまいますし、お値段の方も張らないですし、涼しくはしたいけどここまではいらないっていう層の方は実際たくさんいらっしゃいますので、これから主流になっていくという可能性は大きくございます。常にでは車両の方もアップデートされているというような状況ですかね。そうですね、車両もアップデート、それから仮装もアップデート、仮装に使う電化製品もアップデート、私たちも一緒にアップデートしてます。なるほどですね、100点満点の回答ありがとうございます。いやいや電気関係ですね、まだまだこだわりがあると聞いてるんですけども、展示車の中ではスイッチ関係があちらのギャレーに中心についているものが多いんですけれども、旅を重ねると
うっかり切り忘れちゃったってことが結構あるんですね、はい、そうするとせっかく溜まった電気も無駄になってしまいますし、はい、でどうしたものかと考えまして、じゃん、こちらに持ってきました。スライドドアのすぐそこに、これは何ですか、メインスイッチかなんかですか？はい、ちょっとギャレーの方、正面の方見てていただけますか？はい、ポチッ、開けた、ポチッ、開けた、ポチッ、このようになってます。なるほど。ところはもう入るときにはすぐつける、出るときにも全部ワンストップで。出たり入ったりするときに切り忘れのあるないを確認していただけるというのは電気の節約には大事なことですね。いや、これ僕の自宅に欲しいですわ。まとめて出るときにポチッ。そうですね、よくやってしまうんですよ。帰ってきたら誰かおるんかなと。温かい家庭ですね。そんな感じです。内装はもう言うまでもないというのがよく分かったんですが、外装も何やらこだわりのポイントがあるというふうに伺ったんですけども、ご紹介いただいてもよろしいでしょうか？実はここルフレールがついているんですけれども、当然荷物を固定するためのアイテムになっておりますけれども、弊社の場合はですね、ソーラーパネルの横のブラケットですかね、そこを横から見えないようにするという、あくまでも装飾の一環としてつけておりますね。確かにこれがなければちょっと不格好とも言い切れない。でもこのルーフレールがあることによってキャンプ感がより増しますし、目隠しにもなりますね。中これだけこだわって、じゃあ外はというお話になりますので、スタイリッシュにまとめていきたいなと思っております。なのであれがついてると、ワイド幅のキャンピングカーでバンコンだけど、やっぱりビッグフットさんだねというようにお声をかけていただくことが多いですね。ああ、そうですか。はい。それ以外ですと、ちょっと三角屋根のような小さなものがお見えになるでしょうか。こちらスポイラーなんですけれども、ちっちゃいんですけれどもなかなか優れものでして、風切りですね、風の抵抗をなくすことによって燃費の向上に役立っている、音を減らしているということで、ちっちゃいながらもなかなか働き者となっております。確かに言われてみれば、スポイラーの後ろ側にはファンがあったり、太陽光のパネルがあったりと、いろんな空気抵抗の元となるものが、この形状から言うと空気が上に逃げるのかというふうに見受けますので、これはちょっと小さなサイズながら燃費には寄与しそうですね。ご紹介いただきました1台なんですけども、冒頭にも申し上げました通り、私が住むワンルームマンションよりも快適な空間であることはよく分かりました。とはいえですね、やはりキャンピングカーともなると金額であったりとか買い方の部分が非常に気になると思うので、何点か質問をさせてください。どうぞ。まずはナンバーの区分、この辺が気になるところだと思うんですが、こちらはどうなりますでしょうか？こちらのお車は8ナンバーになっております。あとは車検は2年に1回、税金関係は自動車税がガソリン、ディーゼルいずれも現在4万ですね。重量税が2万4600円、さらに自賠責が2万3140円ですね。一般的な1ナンバーとかですと、年一の車検とかですから、その辺がだいぶ優遇されるような感じですかね。そうですね、ゆったりと遊んでいただくにはちょうどいい2年車検になっております。続いて気になるのは乗車定員と就寝の定員になるんですけども、こちらはいかがでしょうか？こちらはですね、通常は乗車が4人、就寝が2人となっております。どうですか、お客様の中ではもうちょっと就寝のところ増えんかねみたいなリクエストとかあったりしませんかね？実はですね、いいお話があるんですけど、こちらもたがれ様の動画を見ていただいた方に限り、そのお客様のご要望が非常に多い乗車定員、それから就寝人数1名増やすことをお約束いたします。なるほど。いわゆる最初の登録時に必要なんですよね、キャンピングカーというのは。その通りでございます。で、通常こちらのお車は先ほどお話ししました4人乗車2人就寝でやっておりますけれども、この動画を見てくださった方に限り1名乗車と就寝を増やさせていただきますので、ご契約の時に必ずこちらの動画を100回見たよとおっしゃってください。そうですね。ぜひこれをご覧になっていただいている方、もたがれもしくはモーターズの動画を見たとお伝えくださいませ。お約束です。では気になるですね、こちらの車両のお値段なんですけども、ズバリおいくらでしょうか？はい、こちらですね、ガソリン2区、それからディーゼル4区と車体の幅はかなり広いのですけれども、埼玉県のご納車で中心的なお値段は750万前後がご納車時多いですね。RV ビッグフットの倉橋さん、
ここまでお話しいただきましてありがとうございます。ありがとうございました。最後にもっともっと嫌な質問をさせてもらいます。何でしょう。どこに行ったら倉橋さんに会えるでしょうか。ありがとうございます、私は東松山店の方に常勤をしておりますので、ぜひ皆様お気軽に遊びにいらしてください。この動画を見てですね、倉橋さんのファンになった皆さんは、はい、車両購入を前提に、お店の方にご訪問くださいませ。お待ちしております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ワンルームマンションに住んでポルシェに乗る、それが僕です。でもこの車なら住所不定でも構わない、そう思った今日この頃。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。この動画が面白かったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくねー。ここまでご視聴いただきありがとうございました。モーターズチャンネルではスポーツカーからキャンピングカー、最新の車にパーツ情報など車の面白さを伝えるために僕たちが日々走り回っています。あなたの好きな車が出てくるチャンスがいっぱいあるので、ぜひチャンネル登録してください。登録したらベルのマークも忘れずに。